4月のある日、東京の桜が満開です。咲いている桜も綺麗だけれど、こうして散った後の桜だまりを見るのが好きです。天気のいい今日は少しお出かけを。心を込めた贈り物を選びに神楽坂にあるアコメヤ東京にやってきました。たっぷり時間をかけて選んだものたちを手にお家へ帰ります。これからこのスーツケースにこの荷物を詰めていきたいと思います。本当はこのジョーイングさんのスーツケースをいただいたので、このスーツケースを使って仕事終わりに一人旅に出ようと思ってたんですけど、仕事終わりに変わらず列車には飛び乗って行き先を一人旅ではなくて実家に帰ることにしました。父と母に元気を出してもらいたいなと思って、お母さんの大好きなハマっているアコメヤ東京のいろんな食材を買ってきたので、これをこの荷物に詰めていきたいと思います。明日の仕事終わりにこのスーツケースで実家福島に帰ります。こちらのジョーイングの折りたたみスーツケース、押し入れの隙間にも収納できて、こんなにコンパクトなのに。こんな感じで組み立てれば頑丈なスーツケースに大変身します。コンパクトな我が家にぴったり。小回りも効いていい感じです。はい、詰めると言っても全然ほとんどこれにまとめてくださったので、あんまりこのままここにダーンと入れて、ぴったり入れて、あとは自分の荷物をちょっと入れて持ってく感じにしようかなと思います。で、ちょっとだけ中身のご紹介もしたいなと思っていて、ちょっと失礼いたします。アコメヤ東京のプレゼントはこんな感じで米袋みたいにしてくれるので、とっても可愛いですよね。今春なので春限定ののし袋っていうんですかが選ぶことができました。まずこちら、ちらし寿司の素、アコメヤ東京のオリジナルのご飯とかふりかけ、とっても美味しくて、化学調味料、添加物などを使っていないものがほとんどなので、そういうのをすごく気にかけてる母にもぴったりだなと思って、今回は春のちらし寿司の素を買ってみました。あと同じくご飯に入れて炊くやつ、鯛めし、瀬戸内鯛めし炊き込みご飯の素です。これすごいおめでたい感じでいいなと思って、あととっても美味しそうだったので一緒に入れて炊くだけかなと思います。とご飯のお供が多いですね、やっぱり。あとこちら、混ぜかけタコわさび、これがふりかけかなです。この間お母さんが東京に来た時にアコメヤに一緒に行って、そこは渋谷だったんですけど、一緒に行って買ったこのタコわさ混ぜかけふりかけがすっごい美味しくって、もうお酒のおつまみ系が好きな人はとっても好きなんじゃないかなと思います。ちょっとわさびのツンとした感じとタコの甘じょっぱい感じがもうベストマッチで、これは自宅用にも買ってきました。あとは
アコメ屋のだしです。これがすっごく美味しくって、試飲ができたんですけど、このアコメ屋のだし野菜バージョンが今日の試飲だったんですけれども、本当になんかスープみたいな味わいで、ものすごく野菜の旨味が出てて、これもとっても美味しかったので、アコメ屋のだしの一番人気の焼きあごだしも合わせて買ってみました。だしパックなので、これをこう鍋にだしパックを入れて火にかけて3分に出してパックを取り出せばお味噌汁とかいろいろ使えるので、今度自分でも買ってみたいなと思います。大ぶり焼きほぐし愛媛県産天然真鯛マヨと、こっちが、大ぶり焼きほぐし宮城県産銀鮭明太です。これもご飯のお供にもうご飯がとっても進みそうだなと思って買ってみました。あとは母がすごい甘酒が好きで、飲む点滴って言って毎晩飲んでいるので、アコメ屋の古代米甘酒を買いました。これが甘酒1と水またはお湯1対1で割って飲めるものになります。こんな感じです。あとなんかアコメ屋で見つけたんですけども、このね、花結びっていう花小紋とは四季折々の花を紋に表した花暦です。一日に一つずつその日を祝福するシンボルとして生まれました。毎日を素敵に過ごすためのメッセージが込められていますって言って、なんかすごく面白くて、これはプレゼントしたいなと思って家族にも自分にも買いました。私は9月18日生まれなので、なんかこんな感じで、私の花顧問は初期宝泉家、感性が鋭く細やかな感情を持った人、繊細な感性を持ち主で芸術家肌、傷つきやすい反面他人に対しては深く無償の愛を注げる人です。そんなあなたを応援する人は多く、素晴らしい人生のパートナーに恵まれますって書いてあるんですけど、こんな感じで父と母と家族へちょっとメッセージ書いてあげたいなと思って買ってきました。自分のはちょっとなんか自分のマインドというか自分の心得みたいなのを書いて、ノート、毎日持ち運んでいるノートにこう挟んでおきたいなと思って買ってみました。はい、そんな感じです。次の日の夜、仕事終わりにスーツケースを引いてそのまま福島へ向かいます。いつもと同じ仕事終わりだけれど、帰る場所が違うだけでなんだか特別な気分。夜ご飯も無事ゲットしてきました。まるで酒飲みのおつまみのような夜ご飯。大好きな生麩があったので飛びついてしまいました。体巡り茶でごまかしきれない罪悪感をほんの少し和らげる作戦です。雨に濡れて光の輪郭が曖昧になった街を横目に、心赴くままに試作にふけったり、やる気がムクムクと湧いたら動画編集をしたり、移動時間こそ旅の醍醐味だと思っています。あっという間に福島に到着しました。父が迎えに来てくれました。ありがとう。うわー、だしだ。それ美味しいよね。
し寿司の素。あ、これピマサ系。あこめ屋。あこめ屋からか。お試しみたいなやつですっごい美味しくて、もう本当にスープ飲んでるみたいな、すごい美味しい。ここの出汁が。この箱は何？これはね、あんこ天兵衛っていうあんこが間に挟んだおせんべい。これね、すごい並んでるの、いつも。そう、あんこがね。食べてもいいの？いいよ。間にあんこが挟まって、これがね美味しいの。ありがとう、見せてくれて。せんべいはしょっぱい。うん、あんこは当たり前のこと言ってる。次の日の朝、かわいい。玄関には母が庭や畑から摘んできた草花たちが生けてありました。クリスマスローズに水仙といい香りのするムスカリ、そして菜の花。ほら桜満開。すごい。東京ではもう終わったはず。ほらああいうところとこの辺でいっぱいあるんだぞ。うわー、すごい。あ、まだでもつぼみだね、やっぱり。つぼみだよ。東京はもうほとんど葉桜なのに、福島はまだ七分咲きくらい。桜前線に逆らって北上するのはなんだか贅沢な気分。春、いろいろなことがあるけれど、父も母も今目の前にある自分たちの手でできることを一つずつ一つずつやっていこうとする姿に、私も頑張ろうと思いました。スーパーで売られている作物たちは当たり前ではないということ、日々自然と向き合いながら作る生産者の方々がいるということを改めて感じた日々でした。できるなら地産地消で地のものを応援の意味も込めて買いたいけれど、なかなかそうはいかない現実。福島に帰った時くらいはと直売所で野菜をたくさんゲットしました。玉ねぎだ。大きい。旬のもの、新鮮なものを食べることに勝るスパイスは実はないのかもしれないと思う最近です。直売所のジェラートってなんであんなに濃厚で安くて美味しいんでしょうか。牧場が近いからかな。ここに来たらたまに買ってもらうのが小さな頃からの楽しみでした。鎌倉とへえ。公園にしちゃったけど。全部美味しい。接ぎ木もして父と母が毎日丁寧に育てている苗たち。どうか暖かい日が続いて、なんとか耐え忍んでたくさんの実をつけてくれますように。帰りがけに母と菜の花を摘んでいきます。この辺かな。いつか私も自分の小さな畑を持つことが密かな夢です。東京のお土産でいっぱいだったスーツケースは福島の野菜や果物たちでパンパンに。ホクホクな幸せの交換庫です。セリ、豆苗、小松菜。母の小さな菜園に咲く草花がとっても綺麗でした。またすぐにでも帰ってこよう。はい、ということで東京に帰ってきました。ドタバタな緊急帰省でしたが、やっぱり福島はなんか美味しいものもたくさんあって、こう景色を
ゆっくり味わえる時間と空気が流れている気がして、私が元気を私に帰ったのに逆にもらってきたような気分です。で、今回一緒に帰ったこのジョーイングのスーツケースはもともとはすごい最初映っていたようにキュッとコンパクトなんですけれども、広げるとこんなにしっかりしたスーツケースでとっても頑丈で、福島から帰る時もたくさんの食材、福島のお野菜たちって結構重いかなと思うんですけど、たっぷり詰めて帰ってきても全くへこたれず疲れもせず東京まで持って帰ってくることができました。あと帰る時に雨が降ってたんですけど、ここの畳んである布の部分もしっかり撥水加工になっているので、雨の日でも安心して中が濡れずに運ぶことができて、もうスーツケースとしてとっても有能な存在だなと思って、これからもたくさんガシガシ使っていきたいなと思います。コンパクトな部屋に住む私みたいな人にはぴったりなスーツケースだなと思います。概要欄に 20% オフになるクーポンをいただいたので、そのクーポンコードとURL を貼っておくので、気になった方はぜひ覗いてみてください。旅の心強い味方だなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら高評価と、コメント、チャンネル登録してくださるととっても励みになります。春の季節の中にほんの少し初夏の匂いが混じってきたような気がしますが、きっとバタバタと落ち着かない日々を送っている方も多いんじゃないかなと思います。どうか深呼吸をしつつ、自分なりのリズムでこのあと残りわずかの春の日々、そしてこれから来る初夏の日々を楽しんでいきましょう。Golden days drifting far away, light is leaving town, colors fade, but I'm thinking we stay just for a little.